子どもたちの遊びの中で江戸時代からずっとつながってきたものが今日まで今もずっと受け継がれているものがたくさんあります。その中で、例えば百人一首とかですね、カルタとか、いろはカルタとかですね、いろいろあるんですけど、これはとても日本的なものだと思います。でいろはカルタとかあいうえおカルタっていうのは小学校に上がる前からね、お正月を中心にしてで家族で楽しんで、誰かが読み手になって、で他の人が絵がついてる、字が1個だけついててあいうえおのあ、これは ABC の A と同じですけれども、それを100枚ぐらいある中から「はい」って言って最初に手をついた人がカード取れる。だから目が良くて反射神経が良くて、なおかつ耳で、ちゃんと聞いてて正しいのを取らないとお手つきっていうのがあってですね、そのお手つきだと自分の取ったカードを1枚それに乗っけて、それで次の人がその取った時に2枚もらえるというルールがあるんですね。だから不注意だから何回でも手をついていいわけじゃないと。ちょっとしたそういうペナルティールールがあることによってゲームがより一層楽しくなると。でその百人一首っていうのは、実は平安時代にですね、36歌仙という歌を読む人たちが和歌みたいですね、そういうのを読む短歌を読む人がすごいもう日本中で有名な人がいて、その人たちの百人一首という、これは36歌仙よりも100人が1句ずつを出し合ってるわけですから、もっともっとすごいんですけど、これ大体幼稚園ぐらいから、家族と一緒になって取るわけですね。で私はちっちゃい時に2個か3個だけ覚えておいて、上の句と下の句に分かれてて、上の方の句を言ったら下を探し始めてポンと取らなくちゃいけないんですけど、なかなかそれ以上たくさん覚えられない。でもこれをですね、小学校の教育に取り入れてるところがあります。だから平安時代のその和歌、いわゆるそれを小学校でクラス対抗百人一首大会とかやってるんですね。でそのような学校は子どもたちの上層教育面でいいだけじゃなくて、集中力ですね、それからその歴史的な和歌というものに対する能力がすごく上がります。それでその学校一のクラスを決めていくと。クラス対抗ですからね。だから6年生まで、1年生から6年生までで合計するともう何十クラスの中で1位を決めるわけですから、もうクラス対抗だからものすごい頑張っていくということで、集団で5人とか6人が1チームになってクラスの中でまずリーグ戦やりながら、その中でトップを決めるわけですね。そのトップチームが各クラス対抗で出ていくということになると、ものすごく楽しいし、それは盛り上がりがあると。でその百人一首に関してはさらに言うとですね、いまだに百人一首大会っていうのはプロのような大会があるんですね。でお正月になるとテレビの映像で今年1位になったのはこの人ですみたいな、最終的には女の人が、着物で、下はもう着物なんかはだけちゃいますから袴を履いてるんですね。でパーンと取るとですね、もう本当に札がですね遠くへ飛ぶんです。そのようにして取らないと大変なことになると。で結局最後の頃になってくると全部の札がどこにあってどんな風になってるかということを頭の中でこうイメージ戦略を立てないと勝てないようになってますから、相手の札で最初50枚ずつ配るんですね。で50枚のうちで取り合っていくわけですから、残った自分の札と反対向いてる札と全部頭に入れてポン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 取っていって、最後に何枚取れたからこの人の勝ちっていうことになるわけですけど、これ未だにやってるんですね。これはプロの百人一首大会かアマチュアか知りませんけれども、やっぱりその集団で取るっていうことと個人で大会をやってしのぎを削って日本一を決める、こういうこともあって割と日本ってそういうことが好きで、トランプなんかでもそういうことはあるのかもしれないんですけれども、日本は日本でお正月を中心にそのカルタ取り大会とか百人一首大会とか、学校、小学校中学校でもやれば、今度は社会人になってもさらにそれがね、取り続けると。これもはっきり言って最近流行ってる頭脳の活性化にはとても役に立つものです。で今脳トレっていうのが流行ってるんですけど、脳トレで一生懸命何かやるっていうことはあるけれども、実は小さい時に子どもの頃から遊んでたこのカルタ取り大会とかね、それから百人一首
これは江戸時代からずっと庶民の楽しいお正月の遊びのハイライトなんですけど、これが脳に与える影響は素晴らしいものがあってね、そういうことで、記憶能力、和歌の上の句と下の句をちゃんと覚えきって、上のこう句を言われたら下がすぐパッと言えるという、こういうことなんかもやっぱり記憶能力の活性化になるし、また目でその場所を確認して反射神経で取るっていうね。で自分が先に取らなきゃいけないから、手が重なった時はちょっとやっぱり喧嘩になるもんですから、相手の手がつく前にその札を飛ばすという技術とかね、いろんなことを学んでいくので、すごく素晴らしい江戸文化だと私は思いますね。でそれをまた今日高齢化社会になってきたから、こういうものをですね、老人ホームなんかで再復活すると素晴らしいんじゃないかなというふうにも思います。でチームを作ってね、チームプレーでやればさらにね、そのチームとしての輪がそこの一人じゃないと、一人で何か一番になるのもいいけども、集団でチームでそういうものに勝っていくっていうのはさらになんか素晴らしい、お互いに励まし合ったり慰め合ったりね、ということにもなるので、いいことじゃないかなと思います。でこれは、このカルタっていうこともあれば、親やおばあちゃんに作ってもらったお手玉っていうのがあるんですね。でこのお手玉っていうのは2個で、取るのもあれば3個でね、ジャグリングみたいなことと同じですね。3個4個、お手玉って袋を親やおばあちゃんに作ってもらって、中に小豆を入れるんですね。ジャラジャラ音がしますけど、それで、片手で3個あげるとか片手で4個あげるとか、そういうことを楽しむ。これ冬の間の遊びなんですね。夏は暑いからそんなにやらないですけど、冬の間って外出て遊べないもんですから、教室の中でね、みんながお手玉を持ってくるわけですよ。それでそういうことで、もう教室の中で小学校の時はお手玉大会じゃないけども、そうやってやると。で最近脳トレで脳の中にセンサーつけてやったら、お手玉やるだけですごい集中力が上がるっていうことが分かったんですね。ですからお手玉を3個組でやった後で試験をすると、そうすると試験の点数が上がるんですよね。そうだったのっていうんでびっくりしましたけど、ある塾ではそうお手玉をもう毎回そういうふうにやってから授業に始まる。それからあとそれと同じように、お正月のもう一つの遊びはけん玉なんですけど、今はけん玉世界大会があるということで、そういうのでテレビで見てびっくりしましたけど、けん玉もやっぱり、集中力、それから目力、それと同時に上半身と下半身のやっぱりこう柔軟性ですね。中腰でやるもんですから、やっぱりこう着地する球がこう入る時には自分の体も沈めなくちゃいけないんですね。沈めるっていうことは膝と腰を使って、スキーやる時に膝を屈伸をよく使いますけど、それと同じように、自分の体を沈めることによって球が安定的にちゃんとした場所に着地するということで、全身運動であると同時にものすごくやっぱり体を固定しつつ柔らかく、また腹筋を使うとかね。それでこれお手玉もそうですけど、けん玉なんかは男の子たちがものすごく、冬の間学校の廊下だとか学校の中で一生懸命頑張ってやる遊びだったんですね。である学校ではそういうことを取り込んで、やっぱりけん玉学校一みたいなものを決めたりすることもあったりとかね。だから江戸時代のお正月の遊びっていうのが今日にもずっとね、小学校教育の中に生かされて、それがある種集中力だとか、ある種のやっぱり和ですね。それと同時にやっぱり勉強ばっかりしてたら頭が良くなるということじゃなくて、勉強以外の遊びの中でこそ人間の集中力とかリラクセーションとか遊びとか、そういうものが大事だよっていうのをですね、私たちに教えてくれてる。今そういうものをもう一回復活させていこうという流れが実は出てきつつあるんですね。だから脳科学が発達すればするほど、江戸時代から伝わってきた遊びがものすごく人間の子供の脳を開発するにも役に立つ。また高齢化してきた時には子供の頃を思い出してけん玉やったり、それからお手玉やったりおはじきやったりとかね、
それからカルタ取りをやったりすることによって、ある種脳の痴呆症を予防することができるという両面ですごい役に立つと思います。